世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。今でも多く残る歴史認識問題、特に痛ましい記憶である戦争をめぐっては、何十年も経った今なお国同士が異なる認識をぶつけ合っている状態です。中でも中国では残念ながら今でも反日感情が残っており、抗日ドラマといった反日愛国精神を高めるドラマも放送されているのですが、当の日本人の対応が海外の人たちには不思議に見えるそうです。今回は抗日ドラマに対する日本人どうかしてないかと話題になっていましたので、海外の人々の反応と合わせてご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。中国ではおなじみの抗日ドラマ、主に日中戦争時代の日本軍に対する抵抗をテーマにしたドラマで、中国ではおなじみのジャンルとしてテレビ界に不動の地位を築いています。日本でもテレビや動画サイトを通じて存在が広く知られるようになってきているので、ご覧になった方もいるのではないでしょうか。そんな中、中国メディアが日本人は抗日ドラマをどう見ているかと題する記事を掲載。記事では近年量産されている抗日ドラマが主人公が想像を絶する大技を使ったりと子供じみたものになっていると嘆きつつ、日本人から注目を集めていると紹介。しかも旧日本兵が徹底的に悪く描かれているので腹を立てているのかと思いきや、全くの逆で抗日ドラマを娯楽作品として見ていると驚きを綴っています。さらにある日本人が抗日ドラマの21作品を研究した末に書き上げた中国抗日ドラマ読本を出版したことを伝え、本の中では旧日本軍が明らかに近代的な装備をしていることを指摘した上で、これでなぜ米軍に勝てなかったのかとツッコミを入れていたり、さすが十数億の人口を抱えるだけあり、抗日ドラマは美女とイケメンばかりだ、などと抗日ドラマを娯楽作品という視点で語っている点を紹介。そして笑いを取るために面白おかしく書かれた著書ではなく、よく登場する勢力についての解説や抗日ドラマで覚える中国語講座、日本人俳優へのインタビューなどもあり、一つのジャンルとして綿密な分析がされているとしていました。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本すごいな。こんな本まで出版するなんて。反日感情の象徴とも言えるもののはずなのに、それすら楽しむ日本はもう次元が違いすぎるよね。中国人は日本人に歴史と向き合えというが、中国人こそ歴史と向き合ってドラマを作るべきではないか？今でも抗日ドラマがあるということは、それを見たい人がいるということ。中国でも見てるのは年配の人ぐらいだよ。この本に書いてある時代背景完全無視には笑ったよ。まさにその通り。日本にも水戸黄門とか暴れん坊将軍って時代劇があるけど、フィクションだからな。程度の違いはあるけど同じようなものかもね。日本人にこんなことを言われるのはちょっと複雑な気持ちだな。事実とは違うかもしれないけど、わざわざ上げ足を取らなくてもいいじゃないか。わかる。そして誤解してほしくないけど、あのドラマを真実だと信じてる中国人はごくわずかだよ。誰か代わりに買ってきてくれないか？この本を読んでみたい。本当だよね。すごく興味がある。中国語版はまだか。日本人にとっての抗日ドラマは中国人にとってのウルトラマンみたいなものか？確かに中国でウルトラマンが人気だけど、別に抗日ドラマにヒーローが出てくるわけじゃないからな。変身もしないのに空を飛ぶ中国人は出てくるけどね。実際日本人は中国の事情をよく理解しているけど、
中国人は日本の事情をあまり理解していないと思う。日本には中国で中国国外へネット接続する方法を解説した本まであるんだぞ。そんなことを本にしたら、俺たちの秘密がバレちゃうじゃないか。中国人ですら自国の状況をちゃんと把握してる人は少ないわ。中国中央テレビは日中友好と言いながら抗日ドラマを流す。政府と市民感情は別物だよね。俺も抗日ドラマはファンタジーとして見てきたぞ。中国人にとっても娯楽の一つなんじゃないかな。本では抗日ドラマが愛国コメディであるって書かれてるけど、反論できない。こんなドラマが海外で知られるのは中国の恥だよ。中国のドラマは光電総局の許可がないと撮影できないはず。一人で10人を倒したり、空を飛んだり、とんでもない内容ばかりなのに、光電総局は何を見て許可を出しているんだ？正直、抗日ドラマの監督はアニメの見過ぎだと思う。ちょっとファンタジーすぎるね。そのおかげで設定がぶっ飛んでて、そこらのコメディ映画よりもよっぽど面白いんだけどね。かなり分厚い本だね。そんなに細かく見てくれているのか。日本人は真面目だな。あらすじや人物相関図まで書いてくれるなんて、日本人の資料作成能力はすごすぎる。以上が海外の人々の反応でした。中国からも反応がありましたが、現地の人たちも抗日ドラマは大げさだと捉えている人が多いようですね。実際に最近では多くの中国人が抗日ドラマのことを描かれている内容が史実とはかけ離れ、荒唐無稽でナンセンスであることを皮肉って抗日新劇と呼んでいます。物事は外から見た方が客観的に捉えられることが多いですが、日本人の解説本はまさしくそんな存在のようで、意外と中国の人たちにも受け入れられているようですね。話題となった抗日ドラマですが、作中では日本軍や日本人は極悪非道に描かれ、中国でどれほどの悪事を働き、中国人をどのように痛めつけたかを様々な演出で描いています。しかしドラマにはありえない名前の日本人や変な色柄の着物を着た日本人が登場するほど、日本の描き方は雑で、それよりも中国国民が経験してきた苦難の戦争の歴史を再認識させ、愛国心を育てる政治宣伝を目的とされているものです。中国ではテレビ番組の内容について検閲が行われていますが、内容が反日的であれば規制が緩くなるため、これまでに数多くの作品が放送されてきました。中国のドラマをジャンル分けすると、恋愛もの、ホームドラマ、抗日ドラマの3つに分けられてしまうほど、善人である中国人と悪人である日本人といった対比がシンプルで分かりやすい完全懲悪の構造となっているので、その点はコメントにもあったように、日本の時代劇と雰囲気が似ているかもしれません。ただ、最近の抗日ドラマは作品数も多い分、時代考証など全く行っていないクオリティの低い作品も多くあります。ドラマの内容自体はフィクションですが、テーマはあくまでも日中戦争という史実のため、時代は1930年から1940年頃に設定されています。しかし、脈絡もなく日本の歴史上の人物が突然登場することもあるため、日本の歴史に馴染みのない人が見ると誤解をしてしまうことも多々あるそう。そしてその誤解がどんどん大きくなり、日本人はなんて残虐なんだ、こんな歴史があったのかと信じて疑わない人ももちろんいます。特に内陸部の農村などでは都会に比べて情報量が圧倒的に少なく、生身の日本人を見たこともないので盲目的に信じてしまう傾向があり、そういう地域では政府の思惑通りになっているかもしれません。しかしながら最近はさすがにネタが尽きてきたのか、あまりにも突飛なアクションシーンや暴力シーンが多発するようになり、さすがの中国政府も過度な描写を制限すると発表しています。この制限には抗日ドラマの娯楽化が進みすぎているとの批判がネット上に殺到したことに加えて、中国でもインターネットの普及により若者を中心としたテレビ離れが進んでいることも理由の一つのようです。日本で水戸黄門のような定番時代劇が
民放ゴールデンタイムから姿を消したように、都市部を中心に抗日ドラマへの関心が低くなっています。最近は経済成長が進むことで、どんどん国民の生活が豊かになり、シリアスなドキュメンタリータッチの作品より CG を駆使した派手なハリウッド調のドラマやエンターテインメント番組が人気になる傾向が強まっています。人気の下火傾向がある中でも、中国のテレビ番組はなぜか制作をやめません。数十億円の予算を使う作品も多く、視聴率的に失敗が許されないと自らを追い込み、演出だけがどんどん派手に。抗日ドラマならある程度の演出が許されるという考えから、むやみやたらとバイオレンスシーンを取り入れたり、日本兵が中国の女性兵士を拷問するシーンで過激な演出をしたり、大げさな表現が増えていきました。日本でも最近の時代劇はちょんまげでなく、ロン毛のイケメン武将が登場したり、〇〇だぜ、〇〇かよと現代語調の話し方をしたりする作品が増えていますが、歴史のエンタメ化という意味では、日本の作品も中国の作品も共通しているかもしれません。しかし、いくら日中関係が悪化しているからといって、さすがに素手で日本人を真っ二つにしたり、人が空中を飛んだりするシーンは非現実的すぎるので、中国人の視聴者もしらけてしまい、こんなのありえないと逆効果になっているという、なんとも本末転倒な結果に。自分の国が悪く描かれるのは正直いい気分はしませんが、そんな作品も一つのエンターテインメントとして消化できるのは、今が平和だからこそできる楽しみ方ではないでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。私は抗日ドラマは見たことがありませんが、なんだか面白そうですね。ではまた明日お会いしましょう。